はい、皆さんこんにちは。リターンライダー63です。今日は冒頭から、アフレコで申し訳ございません。実はヘルメットにつけておりました GoPro の音声がうまく入っておりませんでしたので、アフレコでご紹介をしたいと思って録音しました。この日はですね、圏央道を通りまして海を見たくなりましたので、湘南海岸インターでおりまして、今柳島を接をして湘南道路に入っております。ちょうどこの今渡っている橋が、トラスコ湘南大橋という橋で、左側に湘南の海岸のきれいな海が見えています。これを渡っているうちにですね、潮の匂いがしてきましたので、潮の匂いを嗅ぐとね、どうしてもなんか海の幸を食べたくなってしまうんですね。ですので、これ海の幸を探しながら走り始めているところです。途中で美味しそうなお店を見つけるので、そこに入って美味しいものをいただきました。そのシーンについては後ほどお伝えをしたいと思います。これはちょうど虹ヶ浜のあたりですかね。この辺まで来るとですね、やっぱり湘南だなっていう感じがしてますね。この湘南道路のね、この暴風林にね囲まれたこの雰囲気もまたいいですよね。本当にバイクで走ってて気持ちいい感じがしました。実はもうここでね、美味しそうなお店を発見してしまいましたので、今、先に行ってまっすぐ行ってですね、先の方で U ターンをして戻ってその店に入ろうと思っているところです。もう間もなく美味しそうなお店に入ります。これですね、浜焼き海鮮イソッペさんですね。なんか雰囲気ありますよね。ここで美味しい海鮮をいただきたいと思います。釜揚げしらす丼来ました。美味しそうでしょうね。お味噌汁とね、お豆腐と茶碗蒸し、ご新香ついてます。それではいただきます。まずは味噌汁からいきます。なんか磯の香りがしてとっても美味しいです。いよいよメインの釜揚げのしらす丼です。ご飯の上にしらすが乗っててね、同じ色してるんで分かりにくいよね。正面にカメラ移動しました。一気に行きたいと思います。おー、本当にしらすがねふっくらとしてて、食感も良くて、口に入れると本当に磯の香りがしてとっても美味しいですよ。で、味噌汁でね、さらに磯の香りが膨らんでいく。美味しい。なんかいくらでも食べられちゃう感じです。でも美味しいもん食べてもなかなか美味しい顔できないのが私なんですね。すいません。もうね、精一杯美味しい顔してるんですよこれ。だけどなかなか皆さんに伝わらないですね。ほら、あんなにいっぱい口の中入れてちゃんと食べれるんですかね。どうですかね。で時々ね、これお豆腐ですね、お豆腐もとっても美味しかったです。箸休めにはちょうどいい感じですね。豆腐美味しい。そしてまたしらす丼にかぶりつきます。いっぺんに入れていってますね。なんか食べても食べてもなくならない感じです。お味噌汁も美味しいです。本当に磯の香りというか磯の風味がですね、丼も味噌汁も、そして箸休めのこのお豆腐もですね、とっても美味しい感じですね。
この時はですね、上着を着たまんまなんですけども、上着をちょっと脱いで置いとく場所がなかったんで、そのまま着ててもそんな暑くなかったので、着たまま食べてます。帽子も特に暑くないので脱がないで、そのままちょっと行儀が悪いですけどね、食べてます。許してください。そろそろフィニッシュかなっていう感じですかね。食べ終わって次は茶碗蒸しです。このサイズがいいですね。茶碗蒸し、この茶碗蒸しもね、とろっとろで、それでね、やっぱりね、磯の香りがしてね、本当に美味しい茶碗蒸しだったですね。量的にちょうどいいんですけど、もっと大きくてもよかったかなっていう感じでした。はい、ごちそうさまでした。完食です。本当に美味しかったです。それでイソッペさん、ごちそうさまでした。釜揚げしらす丼美味しかったです。食事をしたらカメラの音声が戻りました。いやー、イソッペさんの、釜揚げしらす丼、とっても美味しかったです。なんか3月中旬ぐらい過ぎると今度生しらすが入ってくるそうです。今度は生しらすをですね、ぜひ食べに行きたいと思います。ごちそうさまでした。ありがとうございました。しらす丼とね、お豆腐と、それから小さいサイズの、茶碗蒸しですかね。あれまた美味しかったですね。今度は妻と一緒に行きたいと思います。ちょっと一人で贅沢しちゃって妻に申し訳ないなっていう気持ちはありますけど、まあたまにはいいでしょう。すいません。今度は妻ここに連れて行きたいと思います。さあ帰りますかね。お腹もいっぱいになったことだし。なんか心なしか RS も楽しげに走ってるような音が聞こえてます。 RS もお腹いっぱいなのかなあ、そうですね、来るときに満タンにしましたからね。お腹いっぱいなんでしょうね。気持ちいいんですよ、だからね。帰りもゆっくりとですね、高速道路をゆっくりゆっくりと帰りたいと思います。磯の香りもね、嗅いだしね。本当はね、海をバックに写真を撮りたかったんですけど、そう撮れるような場所がね、ちょっとないんですよね、この辺ね。なんでちょっと残念ですけど、またの機会にしたいと思います。さあ、新湘南バイパスから圏央道を抜けて戻りましょう。はい、クルーズコントロール80キロセットして帰ります。いや本当に美味しかった。釜揚げね、丼ですね。美味しかったな。しらす丼本当美味しかった。結構なボリューミーだったんですけど、どこに入ったか分かんないぐらいでパッと食べちゃいました。美味しかったです。美味しいんでしょうね、あのお店ね。混んでましたね。いっぱいだったですね。いいタイミングで入りました。風がやっぱりね結構強いですけど、全くこの RS は気にしない感じですね。寄れません。全く強い風が当たっても全然バイクはね寄れない。微動だにしません。60円で通りました。新湘南バイパス。日の出からこの間だいぶ前ですけどね、妻とワン区間乗りました。日の出からあきる野ですかね、圏央道。あの時100円取られたんですけど、今のが60円。安い。
河津桜ですかね、これ。綺麗。うわ、いやー、いいもん見ました。10キロクルーズコントロールね。はい、ゆっくり帰りましょう。いやー、河津桜だね、あれね。多分綺麗だな。いいもの見ました。ちゃんとカメラに映ったかな。やっぱりね、こうゆっくり走るとああいうね発見がありますよね。発見、これね、飛ばしたらね気がつかないと思う。ああいう河津桜とかね。ゆっくり行きましょう、ゆっくりね。え高速道路ですから、ゆっくり行ってたってね、下道よりはるかに早く目的に着いちゃうからね。はい、合流です。どうぞ入ってください。どうぞ。はい、いいですよ。頂上がちょっと雲で隠れてるよ。まあ確かに大山だったと思いますね。大山だったような気がします。違ってたらごめんなさい。いやー、気持ちいいですね。明日また天気崩れるようなこと言ってましたけど、本当かな。このまま明日も行ってほしいな。そしたらバイク乗っちゃうんだけどな。天気がいいとね、もうすぐバイク乗りたくなっちゃいますよね。帰りは渋滞なさそうですね。すんなりと帰れそうですね。渋滞がないとね、青梅から湘南までそこだな。1時間かかんないんじゃないかな。かかんないね。さっき食べたイソッペの、釜揚げしらす丼を食べるまで1時間かかんないでしょ、多分。まあそのぐらいの近さですよね。この圏央道ができたおかげでね、本当便利です。まあ妻と一緒に走るとき特にね、それぞれにカメラをちょっとつけたいなと思ったので、もう1台インスタ360を、購入して、つけてます。インスタ360はなんかすごく使い勝手が良くてですね、360度の画像を編集の時にどこの位置の画像でも取り込めるので、GoPro だとどうしても正面こうカメラの向いてる方だけの映像なんですけど、インスタ360はどこ向いてようが360度の画像を編集するときに、この方向の映像を、まあ、編集したいと、撮りたいと、欲しいと、その部分を、まあ、切り取ってね使えるみたいな。非常にだから使い勝手がいいですよね。で画像も綺麗だしねというんでもう1台を増やしました。はい、なかなかねこういう、動画編集の機材とか、あと動画編集に使うパソコンとかですね、ソフトとか、もう私ぐらいの年になると取扱説明書を読んでもなかなか分かんないところがねありますよね、いっぱい。はい、ハーレーですかね。いい音ですね。ましてアメリカのね海外の会社ですからの企業で作ったカメラとかパソコンなんで、なかなか、英語で書かれた部分も結構あってね難しいですよね。翻訳してもその通り翻訳しちゃうからなんかわからない本当の部分が多くて、パソコンは Mac を使ってるんで、もう分かんなくなった時にはもう直接カスタマーセンター電話しちゃうんですね、 Mac の。そうすると日本の人が出て丁寧に電話代かからないで教えてくれますので、親切にですね、そういう風にやってます。読んでもね分かんないからしょうがないんで、はい。この間パソコンがね途中で固まっちゃうので、もうちょっとね、
よくないなということで、パソコン交換をしました。で交換した時にデータの移行ですね。データの移行で YouTube とかいろいろ見て、Apple からのデータ移行の方法とかもメールで送られてきて、それも読んだりなんかしてやろうとしたんですが、これも途中で分かんなくなっちゃって、結局カスタマーセンター電話したら、本当にパソコンに入ってくれるんですよね。 Mac のパソコンに。それでね、言われた通りにやるとね、もうものの見事に何の悩みもなく、そして、パソコン同士を直接ケーブルでつないでやったので、あっという間にもう本当に1時間かからずデータが移行して、今新しい方のパソコンで、編集もできてます。サクサクと。はい。なかなかね、年取ってくるとね、そういう機械も特にね、先端技術に行くものに関してはね、難しいですよ。わからないわからないことの方が多いです。ですから私の基本というか考え方は、そういう先端技術のものに対応するときには余計なことをしない、ね、決められたことだけしかやらないっていうのが一番いいのかな。そのように編集も、余計なこと、いろんなね編集も機能があるらしいんですけど、余計な機能を使い始めるともうごちゃごちゃになっちゃって、多分ね編集もうまくできなくなってしまうと、逆にね、今の状態で、編集ができているので、とりあえず、この状態で進めていこうと思っています。時折何かにちょっとしたことに、挑戦をして、画像作りをしようという時もあるので、動画が出た時にちょっといつもと違うなと思ったら、そういう考えに苦労して作ったと思っていただければ幸いですすいません、自分の苦労ね動画で言ってもしょうがないんだけどいや本当大変ですよね。そんな感じで、作ってますんで、今後もご視聴の方よろしくお願いいたします。今日は、平塚に美味しいしらすの釜揚げ丼を食べに行ってきました。バイクはもう最高ですね。いい季節になってきますので、皆さんバイク乗りましょう。本日もご視聴ありがとうございました。リターンライダー63でした。それでは皆様ご安全に。